こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はサブロック協定について解説をしたいと思います。多くの会社では法定時間外労働があるためにサブロック協定を締結している。そしてその協定を届け出をしている会社多いと思います。ただ、サブロック協定ただ締結をしている、昨年と同じものを提出しているという会社も多いのではないでしょうか。最近ですね、サブロック協定が無効という事例が非常に増えてきている。また、労働基準法の改正、今現状はストップをしている状態ですけれど、改正案の中に協定における労働者代表の選出について見直しという内容がありますので、今後ですね、より労働者代表の選出について厳しくなってくるということになりますので、今からですね、自分の会社のサブロック協定が正しく作られているのかというのを確認をしてほしいと思います。労働基準監督署の監督調査でも指摘される内容が多い部分ではありますので、よく確認をしてほしいと思います。今回の概要ですけれど、まずは労働時間の原則と例外について見ていきたいと思います。そして一番多いのが協定における労働者代表の選出、非常にリスクが大きいところになります。そしていわゆるサブロック協定の NG 例としていくつか紹介をして、そのリスクについて見ていって、今現状はストップをしていますけれど、労働基準法の改正、労働者代表の選出に関してどのような内容が議論されているのかというのを確認をして、最後にご自身の会社のサブロック協定チェックをしてほしいと思います。まずは時間外労働の原則と例外になりますけれど、労働時間の原則というのは1日8時間、1週間40時間というのが大原則。ただ、ここでは収まりきらない場合、時間外労働というのが発生してくる。ここは時間外労働は認められないんですけれど、サブロック協定を締結をして届け出をすることで、一定の上限までは時間外労働をすることが可能という形になっております。サブロック協定につきましては、正式には時間外労働、休日労働に関する協定と言われるものになりますけれど、労働基準法第36条に記載されているものなので、通称サブロック協定と呼ばれております。このサブロック協定自体は、使用者と労働者代表、もしくは労働組合と締結をしていただいて、それを労働基準監督署に届け出をするという形になります。このサブロック協定のポイントですけれど、適正は労働者代表の選出というのを行う必要がある。また、締結をした協定は労働基準監督署へ届け出をする必要がある。そして、労働者へ周知をすること。この3つが一番大きなポイントになってきます。では、一番指摘されるのが多いのが、労働者代表の選出という形になります。この労働者代表の選出の仕方ですけれど、事業上に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合につきましては、労働者の過半数を代表するもの、いわゆる過半数代表者を選出していただいて、労働者側の締結当事者とするということになっています。では、この労働者代表の要件ですけれど、一つは労働者としての要件というのがあります。また、選出における手続きの要件、この2つが定められていますけれど、労働者としての要件はいわゆる管理監督者でないことですけれど、管理監督者というのは一般的には部長や工場長など労働条件その他の労務管理に関して経営と一体的な立場にある人ということになりますので、必ずしも役職で判断をするわけではないですが、多くの場合は部長、工場長などが管理職に該当をするという形になっています。また、選出の手続きですけれど、こちらはですね、サブロック協定を締結するための過半数代表者を選出するというのを明らかにした上で、
投票、挙手などにより選出するという形になっておりまして、投票、挙手の他にですね、労働者の話し合いや持ち回り決議なども可能という形になっております。したがいまして、これらの要件、手続きを正式に踏んでいない場合、サブロック協定を提出して、時間外労働を行ったとしても、無効という形になります。そしてこの労働者代表ですけれど、多くの場合はある程度任期を定めて選出する企業が多いかと思いますけれど、その企業はだいたい約2割というふうに言われております。では、このような形でサブロック協定を締結して届け出を出しますけれど、NG となるケースというのをいくつかご紹介をしていきたいと思います。非常に関与先でもこういった事例はよく見られる内容になります。例えばですね、社長や上司が特定の社員を指名をしたり推薦をする、去年と同じでいいですかというケースあるかと思います。このケース大体全体の 16% と言われております。またですね、参加者が不十分、サブロック協定は労働者の過半数以上という形になりますが、その労働者としてパートやアルバイトを含めていないという場合、そして多く勘違いするのは、労働者代表になれないから、労働者代表の選出にも参加をしないという管理監督者もいます。また、病気、出張、休職などで協定締結当日に出勤していない人も含むと。またですね、協定期間の中で出勤が全く予想されない人ですね、そういった人も含むという形になりますので、これらの人すべてを含めて労働者代表を選出してほしいと思います。また、メールですとか、社内のインタラで投票というのも可能ですけれど、意思表示がないものは参加をしていないという形で判断をされますので、回答者の過半数というのが労働者代表ではないということにも注意をしてほしいと思います。そして多いのが候補者の同意がない、または本人が役割を理解をしていないで署名をしただけというケースもありますので注意が必要です。最近はですね、2025年に山口県の会社で労働基準監督署にサブロック協定は届け出をしたんですけれど、協定が無効というふうに判断をされて、労働基準法違反で書類送検された件もあります。このようにサブロック協定が無効と判断されてしまいますと、代表者のみならず責任者も罰の対象になる可能性もあるので注意が必要です。また、社会的信用としてもですね、サブロック協定において無効が、認定されてしまいますと、場合によっては企業名公表のリスクというのがあって、社会的信用を失墜させるということにもなりますので、注意が必要です。この1番目の会社の意向で推薦で労働者代表を出すということ、結構会社ではあるかと思いますけれど、以前の法改正によって使用者の意向に基づき選出されたものではないことという要件が付け加えられているので注意が必要です。そして、労働基準法の改正、今現状はストップをしておりますけれど、この労働者代表の選出に関して、今後、法改正が予想されております。今現状予想されている内容に関してはですね、候補者となる労働者の意思を確認をすること、そして過半数代表者への情報提供や便宜の供与、その方への支援の体制、また、労働者代表複数選任をしていこうという動きもあります。またですね、過半数代表者へ一定の補償もすべきではないかという意見があり、また代表になった方への不利益の取り扱いの禁止も明記をしていこうという流れがあります。適正な選出のみならず、その実効性の担保まで踏み込んで法改正を行っていこうという流れになっていますので、ご注意をしてください。そして、労働基準法の改正案に関しましては、その他にもですね、勤務間インターバルですとか、連続勤務の禁止、そして別の動画でもご紹介をしておりますけれど、つながらない権利、そして兼業、副業の労働時間の通算、あとは特例措置事業所の廃止なども含まれております。
そして、では自分の会社のサブロック協定どうだろうというところでチェックポイントいくつか挙げております。まずは自分の会社で法定労働時間を超える労働があるのかないのか、そしてサブロック協定届の行っているのかどうかのチェックをしてください。その上で、期限が切れていないかどうかですね。期限は1年間の延長を定めるものになってきますので、有効期間は原則1年となってきております。また、協定で定めた労働時間の上限を超えた労働がないのかどうか、上限超過というのも違反になりますので注意が必要です。そして、複数の事業所がある場合ですね、原則としては事業所単位で提出という形になりますけれど、本社の一括届というのも可能という形になっています。またですね、サブロック協定、こちらに関しては締結するだけではなく周知が必要になりますので、きちんと周知を行っているかの確認もしてください。不十分な事業所が調査結果によると約1割ほどあるという形になっています。また、労働者代表が退職した場合の相談も結構あるんですけれど、通常の労働者代表退職した場合、新たにサブロック協定を締結する必要はありませんけれど、特別条項を締結している場合はですね、労働者代表が退職した場合は、新たに選出が必要という形になります。今後ですね、法改正に向けて適正な運用、そして選出というのを行っていってほしいと思います。では、自社の対応をどうしたらいいかといった場合ですけれど、会社、業種によって状況変わってきますので、サブロック協定に関して対応を検討してみたい、料費を見てみたいという場合、自社の場合はどうなるのかという場合、そしてサブロック協定をそもそも締結していないという場合、気になる点があればですね、専門家にご相談をいただければと思います。まずは、情報収集からスタートをしてほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。